皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回はタワマン住民にとっての秘宝をお届けしたいと思います。すでに報道を耳にしている方もいるかと思いますが、タワマンに住んでいる方の相続税の見直しがかけられることになり、早ければ2023年度中の施行が決まるとのことで、タワマン所有者だけでなく、銀行、不動産業界、建築業界にまで激震が走っていると思われます。しかし今回のことは寝耳に水というようなことではなく、伏線は2015年くらいからあったわけで、いよいよ実施されるというだけのことになります。振り返れば2018年からタワマンの固定資産税の見直しがあって、実質の増税になったケースも出てきていましたし、今回の相続税増税についても以前から伏線としてはあったにもかかわらず、これらの情報を持たないまま購入した人はいないだろうとは思いますが、問題はそれらの変化点によって今後どのような影響があるかという検証が必要だということになります。今回のことを受け、タワマン購入を節税目的で検討している方だけでなく、資産を残そうとする方にも影響すると思われますが、詳細は有識者会議が終わらないと何とも言えない部分もあり、この税制改正によって不動産業界にマイナス要因として影響が出てくることは間違いないと思います。厄介なのは、現在国民が直面している数々の痛みをよそに増税案ばかりを検討する政府の考え方というのは、一体日本をどのような国にしていくつもりなのかということです。そのような観点から情報をシェアすることが必要だと考え、動画を作成しました。ご視聴の皆さんがこの動画によって改めてタワマンを所有するメリットとデメリットについて考えるきっかけとなり、そこからさらに情報を集めて知見が広がることにお役に立てればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回のこの実質的な増税によってどのような影響が出てくるのでしょうか。表面上では資産を持っている方の節税のメリットが消えたということだけのように映りますが、引き続きタワマンが相続税の節税の選択肢になることには変わらないという一面もあります。今回の増税は一定以上の資産を持っている方にはダメージは少ないと言える気もするのですが、問題はそれ以外の普通の庶民にとってはデメリットが大きくなる可能性が出てきます。その普通の庶民というものの定義が難しいのですが、そもそもタワマンに住んでいるというところから高所得層に入っているという見方もありますが、今のご時世、高額所得者の生活破綻も問題視されているので、逆風になってくるということも考えられるかもしれません。少し余談になりますが、相続税に関してはこの税金などはない方がいいという方もいますが、私にしては珍しくこれは必要な税金だと思っています。というのは、相続税がないと金持ちは目減りすることなく相続できますから、ますます経済的格差は広がるばかりになるからです。庶民に相続するケースが起きたとしても、基礎控除というものがあって、多くの場合相続税は少額、もしくはかからないパターンが多いのです。そこに増税ということになったら話は別ですが、現状の税制は許せる範囲であると考えます。話を戻しますと、そもそもの話ですが、今回の相続税改正について触れておくと、現状ではマンションの場合、建物自体の相続税評価額というのは、床面積が同じであれば階数に関係なく同額になっています。区分所有している敷地の評価額も、毎年公表される路線価を参考にして算出された敷地全体の評価額を個数で割るため、総戸数が多いタワマンほど1戸あたりの評価額が低くなります。国からすると税金の取りっぱぐれが起きているということになりますので、考えすぎかもしれませんが、今まで行われてきたタワマンへの税制優遇というのは、今回の増税をするために富裕層をおびき寄せるために仕掛けた罠だったのかもしれません。私の妄想はひとまず置いておいて、実際にはタワマンというのはご存知の通り高層階ほど高額になっていますから、相続税評価額と実勢価格との差が節税効果になってきました。このような同じタワマン内で同じ床面積でありながら、その回数が違うだけで節税効果に不公平感があったことを是正するということらしいのですが、実際そこに住んでいる住民に不公平感があったかどうかは分かりません。いずれにしましても相続税額を決める相続税評価額の見直しはされることは決定しました。改正前と改正後の違いを知るのに、国税庁の有識者会議で出された試算を紹介すると、東京都内築9年43階建てマンションの23階、実勢価格1億1900万円、相続人は子供1人のケースでは現行の評価額は3720万円なのですが、
相続税は3720万円から基礎控除3600万円を引いた額の 10% で12万円となります。改正案では評価額が実勢価格の 60%、7140万円となり、相続税は7140万円から基礎控除3600万円を引いた額の 20% から200万円を引いた508万円が相続税となります。その差はなんと496万円の増額になるといいます。これらの増額はそもそも資産を持った方にとっては特に痛みがないかもしれませんが、問題は今後の国税庁の動きだと思います。どういうことかと言いますと、今回は20階建て以上のタワマンが対象でしたが、それがその他のマンションにも適用される可能性はないとは言えず、むしろ最近の政府の動きを見ていると、とりあえず金持ちを対象にした相続税の増税を実現しておいて、横展開していくということを目論んでいる可能性があると思います。実際に2018年に固定資産税の税制を変えてきましたよね。これもタワマンに対しての増税でした。そうなるとマンション離れが加速していき、結果として資産価値が落ちていくという可能性が出てくると専門家は見ているそうです。私などは過去の動画でも取り上げているようにタワマンに住むことのリスクに警鐘を鳴らしている側ですので、今回のことでますますタワマン購入は進められないと思ったのですが、今回の増税までの流れを見ると政府はやり方が汚いと改めて感じてしまいました。というのは、散々マンションなどの集合住宅に対して税制優遇措置を施して購入者を増やしておきながら、ある程度したタイミングで増税を行うというのは、もしシナリオ通りだとしたら悪質です。今回のタワマン相続税の改正によって節税のメリット、魅力が薄れるということを市場が判断し、手放す人たちが急増することで資産価値が下がり油断できない状態だと警告している専門家もいるほどですから、思ったより副作用が出てくるかもしれません。今ネット上では相続したビルなどの不動産の処理について相談が寄せられるケースが出ていますが、建物の経年劣化などをよく考慮して早めに売却した方が良いとアドバイスしているのを見かけるようになっています。つまり築年数が経っている建物を所有し続ける経済的リスクは計り知れないというのが専門家の判断であり、早めに売却、言い換えれば早めに売り逃げした方がいいという判断があるそうです。これらはビルに限らず中古マンションにも言えることで、終の住処にと選択したマンションがトラブルだらけになったとしたら最悪です。マンションなどの集合住宅が抱えるリスクについては過去の動画でも触れましたが、さまざまなバックボーンを持った人たちが一つの建物の区分所有をするというわけですから、トラブルが起きないわけがありません。こういったトラブルは一度起きると解決には数年かかるものが多いし、特に大規模修繕に関わる問題について不足する工事代金の徴収などは解決するのは困難かもしれません。最近では外国人による投資目的で所有しているケースも多いので、何をやるにしても合意を得られることは不可能と言ってもいいという現実があります。こういった含み損ならぬ含みリスクというものがあることを認識して選択しなければならないと考えます。一戸建てがいいかマンションがいいかはそれぞれの人生観や価値観が大きく関わるので、一概にどちらがいいとは言えないのでしょうが、中古物件はもちろんのこと、新築物件を購入するにあたり、経済的リスクや災害などの安全性リスクを考慮に入れていないとしたら、人生終盤に来て大きなトラブルと向き合うことになることを覚悟しなければならないでしょう。いかがだったでしょうか。今回取り上げたタワマンに対しての相続税が改正されるという情報を取り上げてみましたが、2018年に実施されたやはりタワマンを対象とした固定資産税の増税も含めた流れをどのように考えるかが大切だと思います。仮に現在タワマンに住んでいないし、今後も住むつもりも予定もないとしても、経済的観点では自分は関係ないということは絶対ありませんので、どのようなマイナス的な作用が起きてくるかという視点で考える必要があると思います。今日本で増加している住宅ローン破綻者の増加は、過去に起きた経済ショックの引き金になってきたことを考えると、何事も起きないことを祈るしかありませんが、情報を集めれば集めるほどこのまま何も起きないと考える方が無理筋だと思いますので、あらゆるリスクに対応した行動が求められると思います。これからも自分や家族の身の安全を考えるのに必要だと思われる情報を発信していきますので、引き続きの応援をよろしくお願いいたします。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。
好奇心 TV でした。